花道に登場です。夢はスーパースター、ライジンヘビー級に現れた怪物、エドポロキングライジン2度目の登場です。メガトンの砦、酒井亮。酒井の最大の武器は当たれば倒せるフルスイングのメガトンパンチ。身長差24センチの大巨人狩りにリングに乗り込みます。リーチ差は42.5センチ。エドポロキングご覧のように2メーター4センチ。いやー、ちょっと異次元ですね。異次元ですね。どんなことが起きるのか。さあ始まりました。なかなかでもうまくいくもんですか。その右ロック、左の膝、右のストレート、右が伸びてくる。いや、ケンコバさん一気のラッシュ。体験したことのない前までセームシュルトのような間合いだったんで、やっぱり当たんなかったですよね、正直。多分僕のパンチほぼやっぱ相手のローとか前蹴りとかは一応届いてたんで、やっぱ距離は難しかったかもしれないですね。はい、もう打撃で離して打撃当ててって感じだったんですけど、アップの時は体めっちゃ動いたんですけど、試合になって全く動かなかったですね。ついていけるか酒井亮、38歳。自分にはキャリアがある。いいですよね。いいですよね。ここで、いいですね。また組んでいく。そしてテイクダウン。さあ、ここからテイクダウン。いや打撃でも行こうと思ったんですけど、あの投げだったら俺投げれる自信あったんですよ、正直。酒井の方もセコンドからは呼吸をしろという中でテイクダウン。2度目のテイクダウン、またしても酒井亮。ちょっと上に、はい、上昇に行ってノーサウスみたいな形でセットされたんで、とりあえず手中入れて繰り返すことだけをちょっと頭に入れてました。徐々に体を、これは行くんじゃないですかね。このままいい形になりそうですね。ただロープ蹴れるんで、そういうことか。これが身体能力。返していったエドポロキング。あれ隠し技だったんですよ。で最後決めようと思ったら返されましたね。比較的焦りとかはなくて、まあどうやって返そうかなっていうのを模索してて、ロープがあったんでロープ蹴ったって感じですね。はい、まあ根性っすよね。もう何が何でも負けなきゃないと思ってたんで、最後は気持ちっす。あれはうまく使いましたね。そしてトップポジション、今度はエドポロキングのこれは強い。長い腕が降ってくる。逆転勝利、エドポロキング。ライジン2連勝。大晦日の貴景勝、そしてベテラン酒井亮と、今回は逆転勝利。酒井選手のこの狙いも良かったんですけど、ここでロープを蹴ってはい、反転しました。いやー、やっぱり勝負どころと見たところで一気にいく、そこはすごかったですね。勝てたなー、くそ。追い込んでた。いやいや、MMA っぽかった、ちょっとね。自分らしさがなかった。うまくいかないですね、やっぱ格闘技は。でもまあ、この数ヶ月、残り少ない、格闘技人生全部かけてきたつもりで、ああいう時とやれたんで、はい。悔いはないっす。こんにちは。もうちょっとなんかできるかなと思ったけど、ちょっとできん。悔しい。出直します。この内容は今日はパーティーできや2点。100点満点中2点。マイナス2点。お前全然あかんわ。何してんねん俺マジで。マジ全然あかんわ。もう悔しい。やばい、あかん、やばい。絶対強くなるぞ。はい。今日の酒井選手との戦いを見てもね、いいものはたくさん持ってると思いますけど、足らないのは経験がやっぱり足らないし、将来性もすごくあると思うけど、現状の今のワールドグランプリにエドポロが出てきても彼の幻想を消して終わってしまうような、それはそれで日本の宝としてしっかり僕は育てていく道を本人たちには提案したいなというふうに正直思ってます。まあ自分自身課題一番自分が分かってるんで、
また明日から練習するだけですね。簡単に言うとライト級の堀口選手みたいな。才能がちょっと抜けてるなと思ったんですよ。ちょっと異次元にいってんなと思ったんで、ああ見えて格闘技の頭めちゃくちゃいいからびっくりするよ。野村さんさっきも結構食べてましたよね。いや、まあ僕やばいっすよ僕もう11キロぐらい戻ってますよいや、なんかすごいリラックスしてて落ち着いてるんで。しすぎです思ったより公開競輪の時とかも外国人ならではの大きさとか感じなかったんで、普通通りやればいけるかなと思ってます。Eu vou mostrar minha luta de sempre, né? Ser agressivo, buscar a vitória o tempo todo. E esse sou eu, né? Eu nunca fui embora, sempre estive aqui, nunca voltei. Sempre estive aqui. ライト級のそのトップ戦線で戦えるっていうのを、まあでも全然いけるぞっていうのを見せたいです。地元四国で初開催のライジンに現ディープライト級王者が凱旋降臨。堀口教授が見せる空手の動きは自分はライト級でも表現できる。目指すはライト級の堀口教授。ブラジルファベーラの必殺仕事人ルイス・グスタボ、ストライカー同士のライト級の一戦。距離がお互い得意な距離が違うんで、野村選手はやっぱ伝統派なんでちょっと遠めの距離で、遠目から一気に入ってくるパターンですね。一気に踏み込んでパンチ、まっすぐ系のパンチですよね。はい、ライト級の堀口教授といろんな距離右。ブロッキングうまいんですけど、グスタボは速いから、お前の方が速いから出入りしろ、出入り。うまくガードの隙間つきましたね。入りましたね、右のパンチ捉えました。いや、これいいですね、すごくいいですね。先手取りましたね。いや、ちょっと思わずうなりましたね。結構最初のこのグスタポのファーストアタックで結構面食らっちゃうファイター多いんですけど、伝統派空手の動きは少しは分かるんだというふうに話してます。今度は組みついていった片足タックル、そして持ち上げ、いや、これはチョークが入っている。ギロチンだ。さあ、ここはどうですか。抜ければ腰が抜けるかどうか。全然大丈夫です。顔を押そうとしても手回んなかったんで、とりあえずブレイクかけてくれるかなと思って待ってました。ブレイクになった。ここはブレイクになりました。野村出入り、野村出入り、出入り。右のアッパー。打撃いいですね。そこに日本人としても戦線に加わろうというこのテイクダウン。これも強みですよね。しっかりテイクダウンできるっていう、打撃だけにこだわる必要がないっていうのも。右パウンドだ。強い、パウンドも強い。パウンドも強い。グラウンドにこだわる。ロープの内側に戻って。結構得意な形というか、ほとんど制圧できるで自信持ってましたね。これまでグスタボは3人のディープのチャンピオン、元も含めて倒してきました。上迫博人、そして大原樹里、ここは危ない。野村選手切れましたね。野村の右の目尻が切れました。野村、打ち合いいらないよ。野村、打ち合いいらない、打ち合いいらない。空手やれ、さばけ。距離に行かないで戦ってほしいですね。両方とも切れてるんですね。グスタボも眉間のあたりかなり出血。そうですね。野村は先ほどの肘だと思われますが、そのシーン振り返っていきましょう。バッティングですかね。バッティングか。バッティングで再開します。再開がコールされました。ナイスですね。花吹アリーナ香川は大盛り上がり。さあ残り4分。右のアッパー、打ち合いだ。相打ち、まだ生きてますね。相打ちだ。左の奥から右のアッパー、これをかいくぐる。距離が近いぞ野村、距離が近い。やっぱりこの両フックというのが持ち味。危険ですね。うまくそう逃げて。タイムストップ、2度目のチェック。これは結構で止まんないですね。もしここで試合が止まるとなると、ここまでの判定と。やはり試合が止まりました。ドクターストップ。
石川野村です。3対0、なんとブラジルのルイス・グスタボタイトルマッチ経験者をデビュー戦の野村俊太ライト級で破りました。 Infelizmente teve a cabeçada, ele teve o corte e o juiz parou, né? Muito triste, eu poderia lutar, ficar até amanhã lutando, mas infelizmente o juiz parou, né? Ser o campeão da categoria, né? Eu amo o Japão, gosto muito daqui, gosto dessa energia que os fãs têm de apoio, então eu quero lutar muito aqui. 総合力で今回勝ったと思いますけど、ただ途中なんか打ち合い行っちゃったんで、ね、グスタボって打ち合いめっちゃ強いじゃないですか。なんで行ったのかなって、やっぱり普段冷静なんですけど、今回ちょっと熱くなってたのがあると思うし、見てる人からしたら怖い、なんでそんな打ち合うんやみたいな感じだったと思うんですけど、まあ逃げ回ってうまく勝っても、やっぱいつかはその台風みたいなのに巻き込まれてたと思うんで、面と向かった時にそこビビらなかったんで、まあ、そこだけは褒めたいですね。まだまだこんなもん、本当にこんなもんじゃないんで、野村はライト級これから任せれるんじゃないかって思ってくれたらいいですけど、そうですね、サトシさんがやっぱ圧倒的なんで、いつかぶっ飛ばさないかんですね。はい、リトルハンマーを振る現ディープストロー級王者越智春夫、対するがふるさと三重県に根を張り戦い続けるフィニッシャー中司信義、最も軽い階級ストロー級の戦い。さあ第1ラウンド始まりました。左から作って石渡さんの操縦を僕はその通り動けるように実行するみたいな。ふらついてるぞ、ふらついてるぞ、タックルどうだ、よくやったよくやった。2対1なんで僕はちょっと有利です。はい、さあ倒していった、膝を狙ってた。さあバックにもあります。今度は中司、さあ抱えて体を浮いた。この後バックにもあった、右手チャンス、バック取れたんで、4の字の展開僕得意なんで、それでこうダメージ与えてツイスターとバックチョーク狙っていく作戦で、僕も回ろうと何回かしたんですけど、そしたらなんか違う技来てて、これやばいなと思って。中司選手の右足をまず切りたいですよね。ただ今もうツイスター向き合ってくると、そうですね、カウンターのツイスターの体をねじりにこうかかってます。しっかり落ち守れ。石渡さんがその時に守れって言ってたんで、このラウンドはしのごうっていう、もう3ラウンド目やるしかないなと思ってて、ちょっと消耗しましたかね、越智選手。ワンツー、逆に手数が多いのが中司さん。ということでそっち。ここでもう腕がどうなってもいいからもう締め付け続けようと思って。その太い腕、短く太い腕が組みる。越智春を苦しみながら逆転。200人の応援団に方向を答えます。不用意にタックルいって捉えちゃいましたね。もっと練習して今より強くなって、もうちょっとだけやろうかなと思ってます。しんど、めっちゃしんどかったです。なんだろう、アスリートとして足りない部分はあったと思うんですけど、おじさんのドラマみたいなのは見せれたんじゃないかなっていう。僕と一緒にやってる時全部フィニッシュしてるんで、おじさんたちの格闘技ドラマを見てください。おじさんまだまだ頑張ります。血が出た。マジか。おい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 、ドクターアップ、血が出てる。アップでドメさんのおでこ血出しちゃったんですけど、そのぐらいの勢いでやりたいと思います。中学校2年生の頃からライジンで戦うのが夢でした。目の前にライジンがあったから
歩き始めたこの人生、雷神のおかげで辛い思いもいじめも乗り越えられた。今度は町が見る者の心を揺さぶる戦いを披露します。そうですね、同じ21歳、誕生日がなんと3日だけしか違いありません。 1라운드는 타격 싸움을 하다가 타격 부분에서는 제가 조금 더 위이지 않았나 싶지만 踏み込んでの右でした。実は昨日私外を見てたら KO する浮かんだんです、イメージが。それが魚井さんのようなフルスイングをするという。セコンドの人たちに言ったら、じゃあ魚井って言うって言って、残りはもう30秒切っている第1ラウンド5分間。ここはパンチをまとめる。魚井って言ってもらってフルスイングしました。ここで組みついてきた、ようやく来た。さあテイクダウンする。今もう組んじゃおうっていう、組んでも何でも何してもいいっていう作戦だったんで。肘も落とす。ここで馬乗り。くるみさん、このまま持っていきたいところでしょうね。これは亀の子になって防ごうとしている。なんか縦肘 OK って知ったんでやってみましたけど、肘にはちょっと良くない、痛いですね。そして大きな膝、ナイスポジション。これはきつい、これはきつい。バックソヨ前乗れんだ。あと1分のパウンド地獄。ここで止めた。ここで福田正人は止めました。マチ第2ラウンドは完璧シナリオ遂行。그라운드적인 면에서는 저보다 한 단계 위였던 것 같습니다. 今日ここにいる皆さん全員町のファンになってください。当ててよかったです。感極まってます。この世界のストロー級と戦っていけるように、ライジンにベルト作っていただきたいなっていうのが今の考えです。格闘界にまた新たなニューフェイス。2025年はこの町が何かこう飛躍しそうな、そんな穴吹きアリーナ香川。頑張ってください。頑張ってください。頑張ってください。まあいつも通りですね。まあでも王者としてしっかり圧倒して勝っていかないとっていうのはやっぱ思います。まあ自分が初の防衛することになるでしょう。おお、こんな感じすごいじゃないですか。メインの時と気持ち違いますか？いや、あんま変わんないです。はい。いつもと一緒な感じです。はい。いい感じですか？ちょっと届きにくいんで。なんで今日取れたの？カップと。もう3歩使う。この場所にたどり着くまでに10年かかりました。変化を求めアメリカへ。34歳で最先端の MMA 技術とトレーニングメソッドを誇る ATT に入門し復活の3連勝。去年の大晦日次期挑戦者決定戦で秋元京馬を撃破したことで、ようやく今晩頂上決戦のリングに立つことができます。元谷勇気がついに初めてのライジンバンタム級タイトルマッチに挑みます。小学校1年生の時から空手道迫真会で格闘技を始めて20年、ついに掴み取った自身初のメジャータイトル。ここから先ベルトをめぎり集まってくる強敵たちを倒し続けて
自分に満足できてから今日がその日に向けてのスタート。ライジン50メインイベントライジンバンタム級タイトルマッチです。王者井上直樹対挑戦者元谷勇気の一戦。ライジンバンタム級タイトルマッチがこのライジン2025年シーズン開幕戦のメインイベントに選ばれました。レディー、はい、第1ラウンドが始まりました。ライジンバンタム級タイトルマッチです。王者井上直樹防衛戦です。まずはローキックを放っていきました。中央を取ったのは井上直樹です。そこで止まんない、回る回る、そうそう。元谷がロープを背負う形になりましたね。そうですね、はい、結構元谷選手最初コーナー詰まったところでガード固めて様子見たりするんで、やっぱりジャブ早いんで、このジャブをどうするかですよね。そうですね、元谷選手は盛んにスイッチしていきます。元谷幸左のジャブを放っていきます。チャンピオンの井上膝を狙っていきます。さらに組んだ状態になりますが捕まえようとしています元谷ですが切っていきました井上直樹です。突き刺すようなジャブみたいな、あれに関してはどうでした？でも思ったほどダメージはなくて、やっぱ最初膝狙ってたり、なんか一発目というか最初狙ってくるとは思ったんで、それを警戒しながら最初はちょっと見たり、どんどん攻撃出していく、攻撃出していく。はい、元谷自分の攻撃出していくぞ。元谷さん自分から自分から。ちょっと強引にでもね、距離を詰められるといいんですけどね、この距離は、井上選手の距離ですよね。そうですね、しかも後ろにコーナーがありますと後ろ下がれませんからね。そう、触れた触れた。そう入ってたんですけど、その後につなげてほしかったんですよね。単発で終わっちゃってたんで。今のところ井上選手がずっとペース握ってますよね。そうですね、ちょっと元谷の手のあたり出血が見られますがテイクダウン狙っていく。先ほど打ってきましたギロチンだ。ギロチンに捉えました。あと1分10秒、あと1分10秒。ほらいけただろう。大丈夫だぞ。いいっすよいいっすよ。それ焦んなくていいよ、焦んなくていいからね。さあギロチン直に捉える、どうでしょうか。1ラウンド目の時は全然冷静でした。首もそんなに入ってなくて、残り1分とかだったんで、このまま過ごして相手が力使ってくるのを待ってたって感じです。ギロチンチョークに入っている元谷でありますが、そのタイミングで回っていった解除されました。しかし腕を取っている。今に抜ける状態、抜けました井上直樹。第1ラウンドが終わりました。フェイントとか、もっと攻めてとか動いてっていうのをよく言われたな。ニュートラルコーナー前です。左のジャブを放っていきます。常に元谷を正面に置きながら左のジャブを放っていきます。王者井上直樹左のジャブです。出してけ、触れるから井上選手は前手と前足が今度まだ出てきましたね。チラシが入るところ、そして連打見せる。2ラウンドにもらってちょっと出血してません？ダメージは全くなかったです。フラっていうのもなかったですし、でもやりながら印象は悪いなっていうのはずっと感じてました。左のジャブを放ったのは井上直樹です。右のストレート、精密機械のように細かく当てていきます。ちょっと右出してきましたね井上選手が。そうですね、もっとどんどんぶつけてみろ、自分から前色放っていきました。タックに入っていきました。潜り込んできた元谷。ちょっと高いですかね。さあここは今両腕クラッチしたところ立ち上がってきた。差し替えてどうだ。この中央ショットバックを取ったのは井上直樹。食りついていった井上直樹です。全部自分からいきましょう。大手すぎます。全部パンチ打った後に全部タックル入ってる。井上選手結構目腫れてましたね。そうですね、左目かな、腫れてますよね。多分元谷さんの左フックかな。1ラウンド目に結構大きいパンチもあって、なんか2ラウンド目からずっと目が見えなかったんで、1ラウンドからはそうですね、なんかちょっとぼやけてるなって感じがあって、もう3ラウンド目はほぼ見えなかったですけど、距離感が全然つかめなかったですね。ファイナルラウンドを迎えました。左フックですよね、かなり。そうですね、この左フックですから。元谷さんの左フックが有効になってくるのが。目つぶってるぐらい。そうですね。最後つなげる、最後までつなげる、最後まで。ここからもう一回テイクダウン行きたいですね。さあ元谷が今度は前に出ました。斉藤選手、今度は元谷が前に出ましたね。そうですね、元谷さんも。ナイス。それいいね。そしてバックを取っていきますか。後ろを取っています。ネルソンの体勢から今度は今
リアネギと直下、しかしすぐに正面を向きました。立ち上がった井上直樹、左足をかけました。外側から崩していきます。元谷祐希、組み抜けましたね。はい、そして今ガードポジションではありますが、おい、いける。さあ投げる。どうなるか。はい。さあ金渡に入ってくるでしょうか。そして今バックを取るでしょうか。腰を引いてこのコーナー使って立てるか。バックを取っていこうとしています元谷、左で差し込んだ。ここも勝負どころですよね。抜いた。井上直樹抜きました。そして今バックを取ったのは井上直樹。井上直樹は今度はバックを取ります。今度逆の展開になりました。そうですね、目まぐるしく変わる両者。さあ元谷が今ハーフガード上トップを取りました。ちょっとダメージ取りやすい。そうですね。肩固めの体勢に入っていった。さあ肩固めセットするかどうだ。このまま決めに行こうとしているのか元谷祐希。左のパンチを放っていった。ここで投げにいったパウンドいった最後のパウンドに入っていく元谷祐希。さあ元谷天井をむき出しに殴っていった。起き上がった井上直樹。ちょっと結果なんですけど、右目かな、腫れたのがちょっと井上選手失速しましたよね。判定の結果をお伝えします。ジャッジした青元谷。まずは元谷。赤井上。割れました。運命のあと1人。赤井上。やはり親として赤ってほしいと、トータル的にチャンピオンとしてなんとか踏ん張ったなと褒めてやりたいかなと思います。ギリ見ます。今見ます。動いてるの分かります。はい。多分ね、眼科ってっぽいんだよね。もう腫れ方が。最初の初っ端のファースト3ラウンド目のファーストコンテクストが全然見えなくて、いつの間にか止まっていったみたいな。試合もしょっぱいし怪我もするし最高ですね。ありがとうございます。おめでとう。本当に強い。頑張って。なんとか防衛することができたんですけど、皆さん納得いくような試合は見せれなかったと思うんで、ベルトの価値が上がるような相手とやって勝っていきたいと思います。初めから出しておけばよかったっていう、それだけじゃないですか。そう、ただそれだけなんで、出さないと分かんないんですよ。そう出してきて分かったじゃないですか。そうだから俺はずっと先に行けって言ってたんですよ、思ったやつは。ちょっと後手やったっすね。後手でちょっと、最初持ってかれたっすね。あれを多分最初から言ってれば勝ったっす。まだまだ頑張れるかもというか、ダメージもなかったし、ダイヤモンドよりベルトの方がよっぽど勝っちゃうんですよ。さっきちょっと電話はしました。惜しかったねって、勝ったと思ったって言ってたんですけど、もし僕が勝ったとしても僕の思うチャンピオン像じゃないというか、そういう話はしました。はい、また頑張るわみたいな話はしました。ありがとうございます。僕もしつこいやつなんで、まだいけるかな。奴が帰ってくる。い
男祭り、朝倉未来 VS 鈴木千尋。